どうも、マウンテンソーセージ学校お校長先生です。ということでですね、ついにクラファンやった時にね、一番高かったやつ何だったと思いますか？マウンテンソーセージ像とバーバ像でーす。バーバのバは爆発のバだからね。本日はこちらの2つの銅像がついに完成したのでお披露目していこうと思います。こんなのね、初めて作っていただいたから業者さんにね、結構時間かかったんですけど、僕まだ見てないんでね、完成品果たしてあのデザイン通りになっているのか。やっぱね、マウンテンソーセージ学校でね、まず最初マウンテンソーセージ像から失礼させていただきたいと思います。ちなみにクラファンの額10万円なんですけど、クラファンって言いながらリターン品結構しっかり作ってるんで、そこまで爆発的に10万円が入るってわけではないんですけども、みんながちょっと受け取って嬉しいものを作れたんじゃないでしょうか。もうこれ金型代何円いったと思う？金型代っていうのがかかるんですよ、こういう硬いものを作るとき。超えです。確かね、過去確か。もしね、2、3人にしか支援していただけなかった場合、逆にクラファン赤字になるっていう、そういうことになるところでした。優しい視聴者さんがいっぱいいたから無事作ることができたって。もうなんか、うわっ、靴箱みたいになってる新しい靴じゃんこれ。上履きみたいなお家に入っておりますが、オープン。入念ですよ。こちらが土台ですね。入念だ。うわー、美しい。めっちゃ重みのある大理石的なのがついております、上に。そしてですね、マウンテンソーセージ学校開校記念品寿司ラーメン陸道のこちらはね、私用に作らせていただきました。そしてソーセージがこの中に多分寝ているんでね、皆さんそっと出してあげてください。ね、めちゃくちゃ重みがありますね。失礼します。美しいこれは嬉しいわ。超綺麗なんだけど、なんとこちらのソーセージ24カラットの純金で吹きかけられております。いや豪華すぎるだろ。さらにソーセージの形に至ってはなんと2ヶ月ほど話し合いました。もうこだわり抜いております。まず最初の課題ね、フランクフルトみたいに見えちゃうかもしれないからっていうので、このソーセージ具合、これね、某シャウエッをモデルにさせていただいたんですけども、シャウエッね。まずね、やっぱおソーセージさんといえばこの緩やかなカーブ具合じゃないですか。いろいろやり取りを繰り返し、このカーブ具合をどのぐらいにするかっていうのにすごい悩みましたね。そして続きまして大事なのがこちら、つむじです。ソーセージさんのつむじだ。これどんぐらいにするかによってソーセージさんの表情全然変わるんですよ。いや、ソーセージの表情って何って思った方のためにこちらをご覧ください。制作当初はとても小さなつむじでしたが、制作会社さんにつむじを大きくしてくださいとお願いすることで、シャウセンさんのソーセージ感を見事に表現いたしました。つむじの大きさを比較するとこんな感じ。ほら見て、もう全然表情が違う。いや、ソーセージの表情ってな。最後この切り込みね、周りはもう金ピカにしてんだけど、よく見るとこの切れ目の中、メダルのわざと粗くしてギラギラ光らせるところの角を取り入れております。なんでこの割れ目がより立体的にキラリキラリ光るというね、ソーセージにしております。そしてこちらのソーセージ像、実はとある使い方もできちゃいます。こちらね、爆裂マウンテンソーセージ学校ですからね、我が校は。やる気すっごい今から出すぞって時にこれをうわーきたー、やる気爆裂させちゃってください。頑張る時にこう机に刺して、よっしゃ頑張るぞって言ってやって、休憩する時はこれ引っこ抜いてこう寝かしてください。うわ、あいつ今日ソーセージ立てて仕事してるって。職場でね、集中モードだから話しかけちゃいけないなみたいな。でこれ抜いて寝かしちゃったら、あ、今ちょっと休憩してるっぽいから雑談しに行こうみたいな、そういう感じでなるんじゃないのかなと。もちろん私は寝てる時間以外爆裂させちゃいますけどね。いやマジで美しい竹。ちょっと揺れんのもいいね。爆裂マウンテンソーセージ学校。もう一個あるからね。続きましてはこの方、みんなの爆音バーバゾーだ。これすごいよ。もうお値段30万ぐらいだからね。iMac やん。半年ぐらいかかりましたね、作るの。超楽しみ、見るの。怖いわめちゃくちゃ。どうしよう、全然違う人出てきたら。しかもこれあれだからね、
受け渡し会学校のその体育館で実際にやりますから、すっごいしゃくれてた場合、無理やり合成でしゃくらせたバーバをプラシーボ効果というか目を慣れさすためにね、だんだん顎の出ていく写真をパラパラ漫画みたいにこう廊下に貼っといて、体育館に着く頃にはもうみんなの頭の中でバーバの顎こんぐらいですみたいななってる時に、はい渡しますわ。バーバオープン。うわー、また靴箱みたいの入ってる。バーバさんおはようございます。うわ、見本メダルです。なんか入ってますね。美味しそう。こちらのメダルもね、業者様との話し合いを幾度となく重ね作り上げられた至高のメダル。なんだかわかんなかった。あ、ごめんなさい、全然知らないかもしんない。業者さんが入れてくれたんでしょうか。メダルにもできちゃうよみたいなアピールなんですかね。なんでもなかったです。あと肝心なバーバ像めちゃくちゃ丁寧に放送してくれてて、もう何にも見えない。重量感が素晴らしい。バーバ足腰しっかりして。ちょっと西堀みたいに言わないです。足腰しっかりしてください。一回寝てもらいもう。なんて言ってんだよ。それでは失礼させていただきます。いざご対面。うわ果たしてバーバに似ているのか似ていないのか。うわー、バーバだー。爆裂ソーセージマウンテンスクールバーバ像です。最高じゃん。いや素晴らしいわ。もちろんこちらのバーバ像も純金が吹きかけられております。もう顔面にね。あれもうちょっとしゃくれてん。そしてですね、なんとこちらのね爆裂マウンテンソーセージ学校の爆裂してるその大噴火してるマウンテンがあるんですけども、手のひらの上に、そこの上にこの山の火口穴が開いてますでしょ。おお、勘のいい皆様お察しの通り、まさかの最終形態だー。なんとですね、バーバ像にはマウンテンソーセージ像がねぶっ刺せるようになっております。バーバさんも気持ち重たそうですね。最高じゃん。深夜11時ぐらいにテレビを見てる時のバーバですね。これ顔の表情的にくつろぎバーバですね。飾ってみるか。実際に校長室に並べるとこんな感じ。ぜひご購入いただいた皆様にもお部屋に置いて爆裂させてください。爆裂マウンテンソーセージ学校。はい、ということでね、こちら大事に僕の校長室に飾らせていただきます。このバーバ像に関してはバーバさんに何かの企画に参加してもらった景品で本人に渡すわ。まだねこれサンプルなんで、爆裂ソーセージさんをこちらのバーバ像にもっと差しやすくするだとか若干の変更点はあるんですが、大体完成ということでね、皆さんに見せちゃいます。改めましてこの学校を爆裂させるのを手伝ってくれた支援者の皆様本当にありがとうございます。そしてこれを受け取り待ちの方、これ2個セットで買ってる方はここの体育館で受け渡しになりますので、非常に足元悪くなっておりますんでね、足元ムキムキにしてお越しくださいませ。お気をつけて。受け渡し開催日の日程はまたメールでお送りさせていただきますんで、メールチェックお忘れなく。もしかしたら迷惑滑舌やばすぎだろ。もしかしたら迷惑フォルダの方にメールが行ってしまうかもしれないんでね、皆様お気をつけください。あとちょっと実際にお越しくださる方、場所バレてしまうと地域のおばあちゃんとかの迷惑になっちゃいますんで、どうか心の中におしまいください。場所だけはよろしくお願いします。これ受け取りの方はお楽しみに。